ダイバーフィールドテスターの山田博です。今日はストイスト RT に追加モデルですね。それを説明していきたいと思います。2026年発売の RT に追加モデルの、一つですね。78の ML。これもインターラインロットです。今までね、その LML とか MLM のようにティップをちょっとしなやかに作っていこうっていう、ある程度やっぱりそういう考え方で作ってはきてたんですけど、この78のショートロットに関しては、これも全体的にこう、ボーンと張りのあるようなロットで作ってます。曲がりますけどね、ショートロットのインターラインってやっぱりすごく使いやすいんですよね。それはどうしたかというと、磯場とか、ちょっと後ろね、キャストするときに障害物があって邪魔でなかなかキャストしにくい場合なんかは、少し垂らしを短くしながらロッド全体的に張りがあると、トーンと最初からクッとロッドを曲げてキャストできるんで、グッとこう重さを乗せれるんで飛距離も増すし、垂らし短めにするっていうのはインターラインロッド特急で、やっぱりトラブルがやっぱりいろいろ多い中、インターラインロッドで垂らしを短くしたり垂らしなくしてもトラブルは起こりにくいんで、ね、ガイドに絡んだりしないんで非常にキャストしやすいんですよね。だからインターラインのショートロットっていうのはすごい、だから取り回しがいい分、場所を選ばずに使える。そのロングロットにと比べると、やっぱりその足場の高いところはやっぱりそういうところっていうのはね、風がある場合は苦手にしてくるんですけど、ショートロットの良さがあります。今までこれね、なかなかこの長さのレンクスでこの針っていうのはインターネット作ってきてなかったんで、非常に面白いロットになってます。中国用のロットとして76の、MLM っていうロットを作ったんですけど、これも面白いロットは面白いロットなんですけど、その MLM の感触からいくと、もっと全体的に重さを乗せるような繊細さを持って、全体的にパワーを持って少し曲げていくようなイメージがあるんで、高感度に振ってる感じがあります。で78って少し長くしたっていうのは、その船ばかりを考慮するんじゃなくて、ショアでやっぱりこの使えるショートロットのインターラインというのはしっかり欲しかったんで、これはもう78のレンクスにしたのはそこの部分ですね。当然のように今はね、ショアで取り回しがよくって軽快にパッパパッパ乱眼するにはすごく扱いやすくて使いやすいんですけど、そこからやっぱり今回は船においても重点を置いて作ってるというか、オールマイティに使えるロッドを目指してるんで、キャスティングの春のモバ打ちのアオリカ、これにはめちゃくちゃ使えます。僕よくね、北九州のブースさんとか乗りますけど、春にはキャスティング、モバ打ちのキャスティングをきっちりやってるんですけど、もうベストだと思います。そこで使うロッドとしてはやっぱりね、それほど大きくない船にドテラなんで片剣だけにいっぱいたくさん乗るんですね、人ね、7人とかね。でその中で自分のポジションすごい狭い範囲に限られた中でキャストがしやすくてロッドがすごい扱いやすい。それでもって78全体的に最初からクッと曲がるロッドを作ってる、パワーのロッドを作ってるんで、軽快にそのアクションもできるし、まったりとした操作もできるんで、すごい面白いロッドですね。面白いところで言うと、僕ちょっと最近はそのティップラン用ロッドもこのロッドを使ってます。ティップランってすごい短くて、ティップが入ってティップで当たりを取る、見る、そういうことに重きを置いたロッドだと思うんですけど、僕は全体的にロッドをしっかりとクッと重さを乗せて曲げさえすれば当たりは明確に取れると思うんですよね。ティップ走ってティップ見てどんだけ当たり取ってるのかなってちょっと僕はちょっと疑問視するところがあって、先にやっぱ重さが伝わる分手元にかなりの重さ違い抜け、それがはっきりと伝わってくるんで、それが78の今回の ML ってすごい分かりやすいんですよね。だからこのロッドを使って今年なんかは日本海側のティップラン、新興のティップランもしたり、ノイズさんですよね、ナイトティップランでノイズさんはすごい面白いチョーカー出してるんです。山口の萩の船ですけど、でそこなんかも僕は今これを持って行ってオンラインサロンのメンバーと一緒に乗ったりして、いろんなこの使い方っていうのを説明したり
してちょっと楽しんでたんですけど、ティプランってやっぱり動かない時あるんですよ船ね。0ノットです。0.1 ノットです。この時に真下エギを落としてしゃくってても全然意味がなくって、船によってはキャストできないところもありますけど、重いですからね、エギがね。でその分ちょっとだから軽めにして潮ない時なんかはその78年メール今回のショートロットでボーンって点灯してあげるとかなりいい飛距離が出てくるんですよね。だから周りパン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 打っていける。それもライントラブル一切なしでキャストしていけるんで、そこもなんかね面白いところですね。船用としてもオールマイティに使いこなして、今この1本あれば結構幅広く何でもできる。で78のレングスっていうのは高さも取れるんで、結構だから高さ取れないロットが多いんで、どんどんどーんと高さでグーンと持ち上げた時に1回の大きな縦のアクションとかもできるんで、これなんかもすごく使いやすいとこだと思います。極端におもろいのは岩国のね山中船長のところですよね。バンビー山中船長のところでサワラゲームね、ミノのサワラゲームやってるんですけど、それでバッチリ使えたんで結構面白いねと。でインターラインがやっぱサワラのそのミノのキャスティングにすごいいいよねっていう話もしてて、これまたどっかでできてくるかもしれないですね。これは僕もすごい熱望してるところがあって、めちゃくちゃ使いやすかったし、めちゃくちゃキャスティングしやすかったし、小さい船でやっぱりみんな投げ合うんで取り回しも良かって、魚とのやり取りもすごい良かったですね。すごい面白いね。幅広く使える楽しめる釣りを楽しめるインターラインロットがここに出来上がったかなと思うんで、これもやっぱりもうみんな使ってほしいなって思えるロットになってます。ぜひねこの、78、8フィート切るようなレングスですけども、このロットを使っていろんな幅広くいろいろ使って、SNS どんどん上げてもらったらなと。よろしくお願いします。ぜひ一回使ってみてください。